さて皆さん、写真や動画のデータの管理やバックアップちゃんとやってますか？最適解が分からずちょっとね場当たり的になってたりとか、あと面倒だなと思って、バックアップをもしやってないっていう人はね、次ねどのレンズを買おうかななんて考えてる場合じゃないですよ。今日はハードディスクとか SSD とか、あと NAS とかね、各種クラウドサービスなんかの向き不向きを踏まえて、写真やね動画のデータの管理だったりバックアップに最適な組み合わせや、長年ね僕が試行錯誤しながら改善を繰り返してきたそのデータの管理方法っていうのをお伝えするので、ぜひね最後まで見ていってほしいなと思います。ではまず、各ねストレージタイプの、容量だったり、あとは転送速度に応じた向き不向きなんていうのを、おさらいしていきたいなというふうに思うんですけど、そんなの知ってるよっていう方はね、チャプターを設定しておくので、このパートはスキップしちゃってもらって全然大丈夫です。じゃあまずハードディスクからで、ハードディスクの、最大のメリットは大容量かつ 1GB あたりの、単価が安いっていうことで、デメリットはというと、やっぱりね読み書きの速度が遅いことと、あと物理的な衝撃に弱いことですね。で、読み書きの速度っていうのは、主に中に入ってる円盤の回転数で決まって、だいたい平均的には100MB/s ぐらいかなと思います。写真とかドキュメントを扱うなんていうんだったらいいんですけど、この速度で動画編集をするっていうのはね、正直結構厳しいです。動画をスクラブするにもカクカクになるし、あと動画の形式によってはまともにね再生すらできないものもあるので、データのアーカイブ用途だったり、あとはメインストレージのねバックアップ、そういった用途で使用するのがいいかなと思います。で、メインとなるのはやっぱりね2024年のこの現在では SSD ですね。SSD の最大のメリットはやっぱり何といっても読み書き速度で、 USB3 だったら 500MB/s、 USB3.2 の Gen2 だったら 1000MB/s、 NVMe の M.2 とかだったら 3500MB/s と、これはね接続インターフェースによって変わってきます。SSD を選んでおけば、写真だろうが動画編集だろうが、これ速度がね問題になってくることはまずなくなります。ここ最近の PC とか Mac をお使いの方であれば USB3.2 の Gen2 のねUSB ポートが備わっていると思うので、外付け SSD を利用する場合はそれに対応したものを選ぶのがベストだと思います。SSD のねデメリットはちょっと価格がまだやっぱり高いことと、あとね容量が大きい製品が少ないことですね。NAS、 これはね結構気になってる人も多いと思うんですけど、NAS もハードディスクとか SSD にデータを保存するんですけど、 USB でパソコンにつないでアクセスするんじゃなくて、ネットワーク経由でアクセスするタイプのストレージの総称を NAS って呼びます。こいつのメリットは複数の PC から同時にアクセスできたり、基本的にはレイド構成のものが多いので大容量かつ SSD 並みの速度で読み書きができるものもあったりと、ストレージとしては正直最強の部類に入ってくると思います。ただデメリットは扱うのがね非常に難しくて、ネットワークの専門知識が必要になることや、あとはね動画編集ができるレベルの速度を出そうと思ったら 10GB のねネットワークを構築する必要があるので、NAS 以外にも、スイッチングハブとかね、いろいろゼロから揃えようと思えば、これね多分4、50万ぐらいはかかってくると思うので、フリーランス以上のチームとかで映像をやってる方じゃないとちょっと NAS は手を出しづらいのかななんていうふうには思います。最後クラウドなんですけど、これはねいろいろあるんですけど、一般的には iCloud とか、Google ドライブとか Dropbox とか、あとは Adobe Cloud とかね。でこれらのサービスでスマホで撮影した写真だったり、あとは現像済みの JPEG のデータを扱うっていう分には全然いいと思うんですけど、いずれのねクラウドサービスも動画ファイルみたいな大容量のデータを長期保存するには向いてないです。っていうかできたとしてもめちゃめちゃ金額がえらいことになります。Amazon プライムの会員の方であれば、無制限にね、写真をアップロードできる Amazon フォトも結構人気だと思うんですけど、個人的には写真メインで扱うんだったらね、僕はライトルームの方がいいかなと思います。なのでクラウドは写真データをメインにして動画ファイルっていうか、複数台のマシンで同じような環境を同期させたいとか、そういった用途に使うのがいいかなと思います。僕は個人的にはね
これにはドロップボックスを使ってます。iCloud や Google ドライブよりも、機能が豊富。特にクライアントとデータを一時的にシェアしたりとか、そういった時にはね、非常に使い勝手がいいので、僕はドロップボックスを使ってます。という感じでね、各種ストレージの特徴を、把握した上で、今僕が現実的に皆さんにおすすめできる構成を考えてみました。でまずは直近 2,3 年分ぐらいのデータは全て一つのねストレージ、メインストレージで管理するのが、これは本当一番いいと思います。そのメインストレージをバックアップする専用のバックアップストレージ、あとはこれは任意なんですけど、もういらないかなと思ってもなかなか消せないデータ、クライアント案件のデータとか、そういったものを残しておくアーカイブストレージ、この3段構成です。大事なのがそれぞれのストレージで、何を選ぶかっていうことなんですけど、でまずメインのストレージはこれね、一つもうめちゃくちゃおすすめしたい製品があって、それがサンディスクのデスクドライブになります。いやこれ案件だからね、無理やりこれをおすすめって言ってるんだろうと思う人いると思うんですけどね、これは本当ガチです。なぜかっていうと、これに代わる製品がまだほとんどないんですよ。でこれがそのデスクドライブっていうものになるんですけど、 USB3.2 の Gen2 に対応した読み書きベストエフォートで1000MB/s ぐらい出る外付け SSD になってます。で容量がね、これ 4TB とあと 8TB から選べるんですよ。このね 8TB の外付け SSD っていうのがまだほとんどないんですよね。8TB あれば、例えば 100Mbps の動画であれば、約196時間分、1枚 40MB のロー写真だったら、20万枚分保存できるので、趣味で写真とか動画をやってる人だったら、数年分はね余裕で保存できると思います。でこいつやっぱりね、こんな感じで非常にコンパクトなので、モニターのねこう下に置いても場所を食わずにね、見た目もすごく可愛いので、どんなデスクにもねすっきりとしたデザインなので馴染むと思います。一つね気になる点を挙げるとすれば、こいつね電源が必要になってくるので、こんなねなんか持ち運べそうな見た目してるんですけど、外出先で使うっていうにはちょっと向いてないかなと思います。ポータブル SSD の代替品っていうんじゃなくて、あくまで堅牢性とか、あとは大容量が魅力のデスクトップタイプの SSD になってます。大容量のデータを一つの SSD で扱えるっていうことは、これはねつまりバックアップ用のストレージも一つで済むんですよ。こういった時には、さっき言ってた、大容量で安価なね外付けハードディスクドライブの出番で、できればメインストレージの2倍以上の容量のものを用意してください。それに Mac ならタイムマシン、 Windows なら標準のファイル履歴機能でもいいですし、もしくはこのねデスクドライブを購入すると、アクロニスの True Image for Western Digital っていうバックアップソフトの5年間のねライセンスがついてくるので、それらを一度設定してしまえば、バックグラウンドで常にねデータをバックアップし続けてくれるので、もうねバックアップについて何も考える必要はなくなります。しかもこれらのバックアップ機能は、世代管理もちゃんとしてくれるタイプのものなので、間違ってねこうデータを消しちゃったとか、あとは上書きしちゃったとか、そういったケースにもちゃんと対応できます。このデスクドライブ、8TB あるとはいえ、それでもねきっといつかはデータは満杯になることもあると思います。でその時に不要なデータを消すか、消すのはちょっとなっていう時に、もう一つねこのアーカイブ用の外付けハードディスクを用意しておいて、でそれはもうそっちに移しちゃいます。でここでおすすめなのが RAID 1構成の外付けハードディスクです。RAID 1っていうのは2つのハードディスクを1つのハードディスクとして見なして、でデータを常にこうね2つのハードディスクに書き込んでくれるので、片一方がなんかこう物理的に壊れちゃったとかって言っても、もう片方のハードディスクがあるので、そういった万が一の時でもデータをね失わずに済みます。ここまでやればもうねデータを失うっていうことはもうはっきり言ってそうそうないと思います。そしたら最後はね僕のデータ管理方法なんですけれども、これはね写真や動画を編集するのに、何を使ってるかにもよって正直大きく変わってくるとは思うんですけど、僕は動画はダヴィンチリゾルブ、写真はライトルームで管理しているので、その前提でお伝えします。まずね写真に関して僕はライトルームを使って全てのデータをクラウド上にアップロードして管理してます。
で、ライトルームをメインに使ってる理由は、写真管理とかね、編集機能が優れているっていうのもあるんですけど、やっぱりね、最大の理由はクラウドとの連携機能ですね。クリエイティブクラウドのライトルームプランに契約していれば、1TB までクラウドストレージが使えて、で、追加で 1TB ずつさらに容量を増やすことができて、僕はそれで 3TB まで増やして、ほぼ全ての写真をクラウドで管理してます。こうすれば、Mac、iPhone、iPad からいつでもね、好きな時に写真を編集できるので、これがね、めちゃくちゃ便利なんですよね。で、別にね、3TB 絶対に必要って言ってるわけじゃなくて、1TB でも全然いいと思います。もし容量が足りなくなったら、ライトルームから不要になった写真を右クリックして、で、ローカルにアーカイブするっていうこともできるので、そういったデータを、さっき言ってたアーカイブストレージに保存しておけばいいかなと思います。動画ファイルに関してはですね、僕は取ってきた素材データと、あとはプロジェクトデータっていうのを分けて別々のフォルダーで管理するようにしてます。撮影してきた動画、この素材データっていうのは、年月日、あとは撮影カメラっていうフォルダー構造を作って、で、メインストレージにこれを保存してます。で、わざわざその素材データとプロジェクト用のフォルダ2個作ってなんで管理するのって話なんですけど、で、これはあくまで僕のケースなんですけど、一つの動画データっていうのを複数のプロジェクトで使い回すことがあるんですよ。特に YouTube とかであれば。なので、そうすると、気持ち悪いじゃないですか。この A っていうプロジェクトに動画データ保存してたのに B っていうプロジェクトを後から作った時にそこのデータを読み出すって気持ち悪いんですよね。なので、もうその動画データはあくまでもう写真と同じように、専用のね、フォルダー構造を作って、で、そこからいろんなプロジェクトがそいつを参照しに行くっていうような運用の仕方をしてます。ただ、クライアントワークはちょっと別で、あくまで絶対そのプロジェクトでしか使わないようなものに関しては、プライベートのね、映像と混ざっちゃうのも、それもちょっと違うなと思うので、そういったものに関しては、プロジェクトフォルダーに、取ってきた映像データは全部保存するようにしてたりします。で、ちなみに、この年月日カメラ名っていうフォルダー構造を作って保存するのが、これ面倒だったので、僕、毎回手動でやるのが。なので、Mac のね、ショートカット機能を使って、撮影してきた SSD をMac に挿して、で、その中身を開いて、保存したいファイルをね、右クリックして、一発で仕分けできるようなね、ショートカットを作りました。これね、めちゃくちゃ便利なので、そのままでは正直ちょっとね、動かないと思うんですけど、もし興味がある方はですね、概要欄にこのショートカットのファイルを置いておくので、内容を見て分かる方はね、それを参考にしながらカスタマイズしてみてください。で、動画の編集が終わったら、DaVinci Resolve のアーカイブ機能を使って、プロジェクトフォルダーにね、データを書き出して、で、不要になったタイミングで、そのプロジェクトフォルダーごとアーカイブストレージに移して、で、プロジェクトは終了と。ざっくりこんな感じです。僕はね、以前動画でも紹介した、金額にすると100万円ぐらいのね、エンタープライズレベルの NAS を使ってるんですけど、その構成を元に、もっとね、みんなに使いやすいであろうという形に落とし込んだのが今日の構成になります。で、それもこのね、サンディスクのデスクドライブっていう、大容量の SSD が出てこなければね、やっぱりね、NAS がいいかなっていう風に言ってたと思うんですよ。で、8テラぐらいの容量の NAS で、さらに SSD 並みの速度を出そうとすれば、やっぱりね、3、40万はどうしてもかかってしまうかなと思うので、プラスね、専門知識も必要になってくるので、このね、やっぱりデスクドライブ、これがね、登場したっていうのは結構僕にとってインパクトがでかかったし、こっちならね、もう本当自信を持って、もうみんなにね、おすすめできます。気になるっていう方はね、ぜひ概要欄のリンクからね、チェックしてみてほしいなというふうに思います。はい。というわけでね、本日の動画は以上となります。では皆さん、しっかりデータを管理して、また次の動画でお会いしましょう。